ントレア空港に到着しました。今回は8時5分発の松山行き、なんと初めてのプロペラ機。こうやって下る搭乗口もあったんですね。下ってきた搭乗口、飛行機がバカ近い。搭乗口は105番ゲート。今回乗る飛行機はプロペラ機なんで、収納スペースに自分の荷物が入るかチェックしてみます。ギリギリ入ってよかった。登機場に到着しました。なんとパイロットさんとこんにちは状態。今回乗る飛行機は2列2列の小型機。 ANA さんなんでさすがにシートピッチはバッチリですね。今回プロペラの真横で大迫力。松山空港に到着しました。肘掛けんとこちょっと振動の方来てて揺れるまではいかないですけど、まあ無事快適にね過ごせました。ようこそ松山へ。愛媛といえばねみかんということで、エスカレーターの脇にもオレンジがたくさんありますよ。じゃあ空港到着しましたんでね、今からレンタカーの方で市内へ移動していきたいと思います。愛媛といえば蛇口みかんということで、空港にも蛇口みかんありましたね。出口を出て右の方の突き当たりにレンタカーの受付あるようなので、そちらに行ってみたいと思います。2024年ね SFC 修行しますよっていうことで、第一弾愛媛県の方に来ました。SFC 修行っていうのは修行っていう名前がついてるだけあって、結構やっぱ飛行機乗らないといけないんですね。だけど自分は修行っていうのは嫌なんで、もう旅行をしまくってっていうことでクリアしていきたいと、今年の目標に掲げたんで、年末までにはねなんとか PP ポイントって言ってプレミアムポイントですね、 ANA さんのを5万ポイントクリアすることで、SFC 会員になれるっていうことで、今年必ず達成したいと思いますんで、皆さん応援お願いします。今回ねバジェットレンタカーさんで車借りて移動したいと思います。バジェットレンタカーさんで日産のデイズをお借りしました。3691円だったかな。レンタカー屋さん出発して安全運転で行きます。三島神社にやってきました。もう少し車で進むと有名な下灘駅があるんですけど、その手前のところです。こちらは市の有形文化財に指定されている三島神社の二重門です。二重門から見た伊予灘の景色、夕日が綺麗そうです。ここでは二重門抜けて行きたいと思います。海が見えて絶景スポットになってるんですね。297段の石段を登って参拝していきたいと思います。樹齢約1000年と言われているシイの木、頂上までやってきました。
車で来るとここの細い道を通って駐車場に行きます。下灘駅に行く途中にあります漆隅の菜の花畑にやってきました。おー、一面菜の花咲いてて綺麗ですね。ずーっと当然道の反対側は海、綺麗。伊予灘の海、綺麗。下灘駅の前にはこういう駐車場もしっかりあります。路上駐車する人多いんですかね。20台もあるんで止めないようにしましょう。趣のある下灘駅。運よく人がいません。ラッキー。おーっと、鉄道来るんですかね。なんか懐かしい音楽が流れてます。そして趣のある下灘駅の文字。下灘駅からの伊予灘の眺め、絶景です。駅構内を抜けていきます。こういうお花の季節にはこういう絶景が、夕日の写真綺麗だ。駅の前には下灘コーヒーがあるようです。ただ営業はしていませんでした。下灘駅は松山市内から50分ちょっとぐらいだったと思うんで、そんなに遠くないんですけど、レンタカーで行くをおすすめしますね。松山総合公園やってきたんだけど、すげえ坂の連続。ここはといいな。これドッグランが盛んなようですね。どうやらなんと愛媛県にヨーロッパのお城を思わせるような展望台が松山総合公園にはあります。ここの標高は展望台の頂上で141メートル。結構辛かった。サイドからの眺めはこんな感じ。素晴らしい景色です。松山総合公園の展望台からの眺め。一番山の頂上には松山城も見えています。引きで撮ると松山市内をぐるーっと180度一望できます。一番てっぺんまで行ってみます。てっぺんまで来るとこれ石造りなんでちょっと見にくいかも。中腹が一番見やすいね。苦労してくる甲斐ありますよ。松山市内に戻ってまいりました。それじゃあ腹減ったんでちょっと飯食いに行きたいと思います。麺と向かってカツオさん行ってみたいと思います。なんとサイフォンで取ったカツオだし、チャーシューと塩きくらげ、海苔とカツオに味玉をプラス50円でトッピングしました。塩ラーメン来ました。めちゃめちゃうまそう。透き通ったとろ。まずはこの透き通ったカツオのだしスープからいただきます。盛り付けうまくないですが、こちらのチャーシューいただいてみたいと思います。いやー、面と向かってカツオさん、だし汁本当美味しかった。ごちそうさまでした。松山市内にある銀天街商店街にやってきました。ありました。趣のある作り。鍋焼きうどん。小鳥さんに行ってみたいと思います。昼から2軒目のラーメンの次はうどん食いに来ました。あっさりしててうまそうですね。
まずはスープからいただきます。無事完食しました。美味しかった。鍋焼きうどん小鳥さん美味しかった。ごちそうさまでした。奥道後の温泉一湯の森さんにやってきました。日帰り温泉は3時から8時の間でした。残念。道後温泉一湯の森さんのロビーの景色は素晴らしいです。新緑や紅葉シーズンなどすごい景色いいんじゃないでしょうか。道後温泉にある伊佐庭神社にやってきました。うおー、すげえ階段の数。石段の勾配がちょっと緩やかで足が滑りそうで怖いね。ここは雨の日はちょっと気をつけた方がいいかも。いやよいしょ。桃がいてよーし、登ってきたぞ。重要文化財の伊佐庭神社の前景はこんな感じです。正面から見た感じはこんな感じ。道後温泉街が一望できます。道後温泉駅の近くに正岡子規の像があります。坊ちゃんのからくり時計、時間になると動き出します。その隣には足湯を楽しむ人々。坊ちゃん列車、これは確か土日だと走るんだったかな。道後温泉の駅前にやってきました。すぐ横にはスタバがおしゃれなやつがありますね。円満寺というかわいい彩りのお寺がありますね。これは皆さんの願いがすごい。次は松山城に向かいたいと思います。松山城ロープウェイ乗り場。松山城天守の古いシャチ一対。ロープウェイは片道270円で往復だと520円でした。ロープウェイかリフト選べるので、俺は当然リフトに行く。歩くと30分かかるって言ったんでね、やっぱりさっきの松山総合公園っていうこともあるんで、もう片道だけは乗っちゃいました。帰りは歩いて降りようと思います。どうやらロープウェイは待ち時間あるようだけど、リフトは待ち時間ないようで、早く行きたい人はリフトの方がいいかもね。リフトを降りて天守の方に向かっていきます。すごい石垣。これは自分が武将だったらもう死に抜きしかしません。リフト降りてから天守までは歩いて10分ぐらいかかります。松山城天守閣近くまでやってきました。両サイド梅の花でしょうか。少し咲き出してる梅の花もありますね。おーっと、奥に来たら咲いてました。いいじゃないですか。いいね。松山城天守閣の入場券は520円でした。こんな穴から狙われたら絶対に勝てない気がする。天守入り口にやってきました。出た、お決まりの急勾配の階段。
松山城天守閣にやってまいりました。ちょうど誰もいないですね。こちらは松山城天守閣北向きの眺め。こちらは西向きの眺め。正面には朝行った松山総合公園の建物、展望台が見えます。南向きの天守閣からの眺め。松山駅から左へ行くと運動公園、石手川まで見えますね。東の眺めは道後温泉方面。こちらの辺ですかね。いやー、改めて日本のお城の作りの凄さには圧巻ですね。これで攻め落とすとかどんな風なんだこれ。帰りは歩いて駐車場に戻ります。じゃあそろそろレンタカーを返して宿の方に向かいたいと思います。なかなか急な下り坂を下って入り口に戻りたいと思います。加藤義明公の銅像。バジェットレンタカーさん、松山市駅まで送ってくれます。あれですか、有名というか地元の人も行かれる感じですか？地元の人はバジェットレンタカーさん、送迎サービスまでありがとうございます。意外にコンパクトな駅なんですね。しかし愛媛はどこかしらにもオレンジ色のみかん色が強いなこれ。地下を降りて方向で乗り口が違うみたいですね。階段を上がっていきます。松山の駅前から路面電車に乗って宿に向かいたいと思います。国民共済ポーズから生活に役立つコンテンツや便利な機能満載の公式アプリ。大街道駅にやってきました。大街道はどうやら松山市で一番賑わってる繁華街っていう風にバジェットレンタカーさんに聞いたんで、この辺で今日は飲み歩きたいなと思ってます。宿に到着しました。それではホテルを出て夜飯食いに行きたいと思います。一番町の交差点に来てるんですけど、人もまばらでそこまで賑わってる感じはないですね。平日だからでしょうか。こちらですかね。七輪屋さん。まずはお通しでタイみかん鯛という珍しいタイをいただきました。まずは1杯目、お疲れ生の方いただきます。ほんのりみかんの香りする。刺し盛り3点盛りやってきました。一番右が横輪。横輪っていうのは黒マグロの若い魚を指すみたいですね。それとタコと愛媛名物と店員さんがおっしゃってたハマチいただいてみたいと思います。それとビールには枝豆でしょう。あっさりめのマグロで美味しい。
愛媛といえば一刀両断1号いただきます。次は鶏の盛り合わせ焼きいただきました。うまそうだなこれ。目の前に七輪を自分で焼くスタイル最高じゃないかこれ。やっぱりお肉が焼いていく過程を見るのはすげえ楽しいなこれ。うまそうだなこれ。煙、うわめちゃめちゃうまそうだなこれ。どれどれそろそろ焼けたかな。会計は4750円でした。感じのいい店員さんと店長さんで楽しい食事ができました。ありがとうございます。いやー次2軒目行こうと思います。美味しかったな。愛媛県の夜は今日は静かなのかな。平日は割とこんな感じなんだと思います。愛媛県随一の繁華街一番町交差点にやってきました。おー、交差点にこんな綺麗なイルミネーションが。ここからちょっと道後温泉の方に移動して飛鳥の湯ですね、お風呂入りに行きたいと思います。いやーしかし長崎高知と続いて路面電車って結構日本にあるんですね。意外でした。道後温泉駅に到着しました。道後温泉の夜は昼間とそんな変わらないぐらい人歩いてますね。目の前にある道後のアーケードを抜けて飛鳥の湯へ向かいたいと思います。道後温泉飛鳥の湯にやってまいりました。おお、モダンかつおしゃれな雰囲気ですね。おお、床が変わってんのこれ。道後温泉飛鳥の湯へ行ってみたいと思います。いやーさっぱりしました。さすが3000年の歴史を持つ道後温泉。お湯もめちゃくちゃあったかくて気持ちよかった。道後温泉一歩筋間違えると大人の秘密の場所ばっかり。道後温泉一歩外れると六本木みたいやね。おしゃれー。2軒目はトンチンコーというお店に行ってみたいと思います。ここは餃子が有名なんで赤飯餃子と黒飯餃子を注文しました。トンチンコーさんの餃子やってきました。韓国唐辛子ベースと黒胡椒と黒ごまベースの餃子いただきます。うまっ。愛媛県民出来合いのトンチンコーさんの半そばいただきます。まずはスープから。麺もうまそう。締めにぴったり。
でっけえチャーシュー。うまっ。甲子園にあそこの駿河台でバットリードする感じ。いやー、トンチンコーのラーメン、締め美味しかった。ごちそうさまでした。餃子も美味しかったし、めちゃくちゃ美味しかった。また機会があれば来たいね。宿に帰ってきました。今日はなんと26,406歩、距離にして 18.33 キロでした。よく歩いたな。お疲れ様でした。もう寝ます。おはようございます。2日目の朝です。宿を出まして、今日は天気が悪そうなんで、雨の降らないうちに歩いて回れるところは回りたいと思います。ここが松山の中心地、大街道交差点、坂の上の雲ミュージアム。坂の上の雲ミュージアムは司馬遼太郎さんの坂の上の雲っていう本のライブラリーですかね、展示品、資料が置かれているそうです。坂の上ミュージアムの横には万水槽があるんで、こちらも行ってみたいと思います。万水槽は愛媛県の有形文化財です。フランス様式の建物らしいですね。昨日の松山総合公園といいヨーロッパ風な建物がちょいちょいあります。夏目漱石最初の下宿はと愛称亭は現在漱石コーヒー店になっています。ロープウェイ商店街にある愛媛観光物産館。名物蛇口からみかんジュースいただきます。みかんジュース出てるね。じゃあみかんジュースいただきます。うまっ。大街道駅からね、路面電車乗って道後温泉の方に向かいたいと思います。なんと手すりがみかんになってます。路面電車ね、このみかん電車って書いてあるやつ、趣あって非常に良かったです。じゃあ趣のあるね、ちょっとスタバに入ってみようと思います。ショートサイズのコーヒーでスタバでちょっと休んでいきます。こちらですね、道後温泉本館前。道後温泉今入れるのかな。道後温泉本館は現在工事中で裏口で営業の方をやっております。道後温泉本館の入浴料は460円でした。いやー、道後温泉の本館入ってきました。やっぱ朝風呂は気持ちいいね。うわー、なんとじゃこ天食いたかったんですけどね、今日は臨時休業ってこんなことある。道後温泉本館から正面抜けてローソン右曲がると椿の湯にも入っていきたいと思います。椿の湯は入浴料450円でした。クレジットカード使います。椿の湯入ってきました。3つのお風呂の中で一番お湯熱かったですね。手が途中赤くなるぐらい熱かった。でも地元っぽい感じのお年寄りの方が多かったんで、やっぱり熱いお湯がお好きな方は椿の湯おすすめです。いや、朝からね2発風呂入ったんで、そろそろビール飲みたい気分になったんで爆酒館の方ね行ってみたいと思います。戦争のような音の
道後温泉本館を抜けた真横に道後博士館があります。風呂上がりの一杯は湯上がり IPA いただきます。おつまみにじゃこカツいただきました。揚げ物にビール、最高の組み合わせだね。2つ目のおつまみは今治名物の仙山牛をいただきました。タレの味がしっかり染み込んでてうまいね。2杯目は色違わないんで分かりにくいんだけど、坊ちゃんビール。いやー、道後博士館さん良かったです。愛媛のいろんなご当地ものが食えたんで一挙両得でしたね。飛鳥の湯来たら噴水ショーやってました。かわいい噴水ショーですね。昨日の夜来たニュー道後ミュージック、大人のライブハウス。お昼から2軒目、椿の湯の前にある角屋さん。鯛めしと薩摩飯の両方半々あるやつが食べたかったんですけど、ここの道後のお店にはないようで、大街道店と空港のお店のみらしいです。道後来て3杯目のアルトのビールいただきます。おつまみで亀の手と呼ばれる貝ですね、いただきます。亀の手みたいだな。おお、汁が飛ぶ。うん、すっげえその香りする。これ亀の手から水が出てきます。手を下に向けて切ると、それではテンファクトリーさんに行ってみたいと思います。テンファクトリーさんで抹茶とみかんのジェラートいただきました。みかんの酸味と抹茶の苦味、甘みがあって絶妙なバランスだね。このね、みかんの果実が入ってるのがめっちゃうまい。見えるかな、このオレンジ色のやつ。テンファクトリーさんのジェラート美味しかった。ごちそうさまでした。松山県庁前に到着しました。人口約129万人弱の愛媛県庁です。県庁前の通りから美術館の方に行ってみたいと思います。城山公園の安らぎ広場前、山の頂上には松山城、左を見ると松山県立美術館ですね。四国県庁所在地の愛媛県美術館、松山城眼下にある松山市民会館、
城山公園脇にある西堀端のお堀跡。お堀の真ん中にある小屋はきっと鳥の休憩所。今日は松山市内あいにくの天気ですけど、松山駅まで県庁から歩いてきました。松山駅の前にやってきました。松山駅前はこんな感じ。空港行きのバスはロータリーの真ん中にあります。空港行きは5番乗り場ですね。それじゃあね、松山駅から空港行きのリムジンバスに乗って空港に向かいたいと思います。こういうリムジンバスじゃない空港行きもあるんですね。 JR 松山駅からリムジンバスだと700円だけど、普通路線で乗ってくると460円で来れるからお得だったわ。ちょっとね早く着いたんで空港内を散策していこうと思います。なんとマニアには嬉しいフライトシミュレーターが3階にあります。これ面白そうだな。松山空港のスカイデッキにやってきました。2階はこういったレストラン街もあります。松山来てまだ鯛めし食べてないんで、空港にある角屋さんで鯛めし食ってこう。宇和島鯛めし1900円。桜姫膳は味噌のだし汁が合わさった、これがついてくるんですね。これは贅沢だな。これにしてみよう。愛媛名物の桜姫膳いただきます。1杯目は宇和島のハイボールいただきました。混ぜ混ぜ。とりあえず鯛めしは完成した。鯛が入った卵かけご飯って感じかな。麦味噌ご飯。飲みやすい。ご飯が意外と少なかったんで鯛めしの白ご飯なくなっちゃいました。桜姫丼の方を作りました。桜姫膳無事完食しました。ごちそうさまでした。出発まで時間あるんで ANA ラウンジで時間を潰したいと思います。今回の松山編はここまで。 SFC 修行第1弾の松山旅行でしたが、変わったね食べ物も食べれたし美味しいものたくさんで本当に今回も楽しい旅でした。次回は北海道に行きます。お楽しみに。2日目は 13,597 歩の9キロでした。お疲れ様でした。トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。少しでも参考になったという方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。